私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、人間関係を悪循環に陥らせる7つの行為を取り上げ、お互いが相手を非難する状況から抜け出すヒントをお伝えします。夫婦間、親子関係、友人同士の間でよく見られるこのパターンでは、相手が間違っていて、自分は正しいと思い込み、変わるべきは相手だと同胞が考え、相手を自分の思い通りに変えようと必死になります。けれども、このやり方ではうまくいかないことも多いものです。そんな時、どうすれば状況を少しずつでも良い方向へ動かせるのか、一緒に考えてみませんか。相手に不満を抱いている時、相手が変わるべきだと考え、圧力をかけて相手を変えようとすることがあります。ここで言う圧力をかけるとは、自分の正しさを主張して、相手の間違いを指摘したり、相手に対して不機嫌になったり、怒りをぶつけたり、文句や不満を言って、相手を動かそうとする行為のことです。主な行為としては、批判、責める、文句を言う、説教する、脅す、罰する、褒美で釣る、の7つの行為です。こうした圧力をかけて無理やり相手を変えようとすると、短期的にはうまくいったように見えることもあるかもしれません。けれども、長い目で見れば、多くの場合は逆効果となり、関係は悪化し、最終的に破綻することも珍しくありません。人間関係で一方が強い立場にあるとき、その人が力で、相手を自分の思い通りに動かそうとすることもあるでしょう。しかし、たとえ一時的にはうまくいっているように見えても、その状態は長くは続かず、結果的に問題はさらに複雑になるでしょう。ここで、圧力をかけて相手を変えようとする具体例を見ていきましょう。例えば、共働きであるにもかかわらず、家事を一切分担しない夫に対して、不満を持つ妻のケースを考えてみます。そのような状況で妻は、家事は妻が全てすべきだという考えは間違っており、古臭い考え方だ、と夫を批判するかもしれません。あなたが家事を手伝ってくれないせいで、私はとても大変で、疲れ切っているの、と言い、夫を責めることもあるでしょう。あなたは全然家事を分担してくれないのね。こんな人だとは思わなかった。と文句を言うかもしれません。家庭というのは、夫婦が協力して初めて成り立つものよ。家事をやりたくないなどと、わがままを言うのは許されません。と説教することもあるでしょう。あなたが家事を分担してくれないなら、私はもうあなたとは別居するわ。と夫を脅すことも考えられます。また、家事を手伝ってくれない夫と口を聞かないということで、夫を罰することもあるでしょう。そして、時にはあなたが家事を分担してくれるなら、あなたのお小遣いをあげてもいいわよと褒美で釣ることもあるでしょう。これらの行為、批判、責める、文句を言う、説教する、脅す、罰する、褒美で釣るは、相手を自分の望む通りに変えようとするときによく使われますが、残念ながら、どれも逆効果だと言えるでしょう。では、なぜこれらのアプローチが逆効果になるのでしょうか。その理由は、人間が持つ本能的な欲求や心理的な特性にあります。人は一般に、自分の行動や決断は自分で自由に選びたい、という強い願望を持っています。そのため、自分の選択の自由が他者によって制限されたり、
圧力をかけられて強制されると、たとえそれが自分にとって有益なものであっても、反発しやすくなるのです。このような反発心理を心理的リアクタンスと呼びます。圧力をかけて相手を変えようとすれば、相手の中で心理的リアクタンスが働き、結果として、より反発的で攻撃的な態度を取るようになるでしょう。人間関係において、発言力のある側が、発言力の弱い側に圧力をかけてコントロールしようとすると、短期的にはうまくいっているように見えることもあります。しかし、長い目で見れば、この関係は悪化し、最悪の場合は破綻することもあるのです。これは、押さえつけられた側の心理的リアクタンスが蓄積し、限界に達して爆発してしまう可能性があるからです。時には、双方が圧力をかけ合って、相手を変えようとすることもあり、その結果、互いに心理的リアクタンスが生じ、否定的な感情が増幅して、コミュニケーションを取れば取るほど、悪循環が加速してしまうこともあるでしょう。では、この人間関係の悪循環から抜け出すためには、どうすればよいのでしょうか。まず、人が本来持つ心理的リアクタンスという性質を理解し、相手を無理やり自分の思うように動かそうとしても、うまくいかないことを認識することが大切です。その上で、違うアプローチを試してみると良いでしょう。最初に、自分自身を見つめ、自分の感情やニーズが何であるかを、しっかりと把握することが重要です。そして、相手に対しては、批判や非難を避け、自分の感情やニーズを落ち着いて伝えるよう心がけます。さらに、相手の行動の背景に目を向け、相手の立場や感情、ニーズにも理解を示す姿勢が求められます。例えば、先ほどの夫婦の例では、妻が最近、家事が多くて疲れているの。あなたが少し手伝ってくれると、すごく助かるなと、自分の気持ちや希望を謙虚な姿勢で伝えます。さらに、相手の立場を尊重する言葉を添えると、より効果的です。あなたも仕事で疲れているのは、よくわかっているよ。でも、ちょっとだけでも手伝ってもらえれば、すごく助かるな。といった風に、相手に接してみるのです。問題解決に向けては、双方にとって納得のいく方法を、一緒に探していく方向へ進めると良いでしょう。自分と相手のニーズを完全に満たすのが難しい場合もありますが、その際は、互いのニーズを部分的に尊重し合える、妥協点を見つける柔軟さも必要です。コミュニケーションでは、アサーティブな態度を意識しましょう。自分の考えを大切にしながら率直に伝えると同時に、相手の異なる意見も尊重する、バランスの取れた姿勢を目指します。たとえ相手の意見に同意できない場合でも、否定や非難は避けた方がいいでしょう。このプロセスは、双方がこれまでの態度を見直す必要があり、時間や労力もかかりますが、長い目で見れば、コミュニケーションを円滑にし、より良い関係を築く土台となるでしょう。焦らず、長期的な視点で取り組むことが大切です。今回の話をまとめてみましょう。今回は、人間関係の悪循環のパターンの一つ、お互いが相手を責めるパターンについてお話ししました。相手に対して不平や不満があるとき、批判、責める、文句を言う、説教する、脅す、罰する、褒美で釣る、
といった方法で相手を変えようとしてもうまくいかないでしょう。その理由は、人間は自分の行動や選択を自分で自由に決めたいという欲求を持っており、自分の選択の自由が脅かされたり、他者から圧力をかけられて強制されたりすると、無意識に抵抗しやすい性質があるからです。この性質を理解し、別のアプローチを試してみると良いでしょう。具体的には、自分の感情やニーズを理解し、非攻撃的なコミュニケーションで、自分の感情やニーズを相手に率直に伝えることが有効です。また、相手の感情やニーズを理解しようとする姿勢も大切です。そして、双方のニーズを満たす解決策を一緒に考えると良いでしょう。自分のニーズと相手のニーズを同時に満たせない場合には、妥協案を模索することも大切です。この際も、相手を否定したり攻撃したりせず、お互いに納得できるまで話し合うのが望ましいです。このプロセスには時間と労力が必要ですが、長い目で見れば、関係は改善し、より良い関係を築くための第一歩となるでしょう。焦らず、じっくりと悪循環から抜け出していきましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。